SWIFT の燃費やパワートレイン動画後半です。ベーシックな 1200cc ガソリンモデルのエンジン、ミッション、加速感、燃費など取り上げていきます。前回の前半動画は一般道を普通に走るパターンと、ただいまの区間は、普通に走ってきまして燃費がなんとね 21.2 キロが表示されちゃいました。アップダウンある山道を走るパターンでした。でね、燃費が悪くならないです。ごめんなさい。さっき上り坂とかね、燃費計はね 20.1 キロ、ごめんなさい。もう山道行った意味ないですよね。そして今回の後半はどれだけ燃費を伸ばせるかと意識して走ります。コースは最初のパターンの戻りです。途中経過です。最後の区間、すみません、ちょっと雨降ってきちゃいました。でね、まだ路面濡れてないのでこのまま続けちゃいます。でね、燃費はですね、今32.1 キロが表示されています。11.6 キロ走って、今32キロぐらい。なんか夢みたいな数値っていうのかな。これちょっとね、もう少し走って30キロ割らないようでしたら、ちょっとコース変更じゃないですけれども走る距離伸ばしますね。多分もうこのくらい走ってくると、短い区間はね、この車載の燃費計って結構正確に出てくるらしいので、そんなに間違いはないと思うんですけれども、今12キロで 31.8 なんですけれども、そうですね、場合によってはちょっと伸ばします。何気をつけて走ってるかっていうところをちょっと言ってみましょうか。いつも気をつけてることが2点と、それからこのね、SWIFT だから気をつけてるところが2点。いつも気をつけてるのは、まずね、燃費気にするときは、無駄なハンドルを切らない。これいつもですかね。なるべく打角を、少なくします。これはね、ステアリングブレーキって言葉がありまして、ハンドル切るとね、ブレーキかけてるのと一緒です。タイヤに抵抗を与えて、曲がる力出すわけですから、タイヤを回らない方向でね、抵抗になります。で、あと一つは先読みです。もうCVT、アクセルオフで転がっていく、惰性で転がる力が強い車というか、いっぱい転がる車は、もう前の信号が赤になったらもう早くアクセル離しましょうと。で、加速の時は、燃費のいい領域を使って素早く速度を乗せましょうと。そのくらいです。でね、あと2つがこれね、このSWIFTで気をつけてるところです。ちょっとね、前半部分で触れた伏線の回収って言ってもいいのかな。なんでしょう、一つはCVT ちょっとね、ギクシャクしやすいので上がったり下がったりしちゃうところあるんですね。で、これゆっくりアクセル回転低い時に出るので、その場合は躊躇なくアクセルを緩めます。そうですね、アクセル回転 10% だったら 5% ぐらいまで緩めるとね、ギクシャク止まりますので、それで止める感じです。で、もう一つがね、これ言ってること正しいかわかんないです。ただ感じたのは、アクセルを少し強めに踏んで出ようとした時、この時ね、エンジン回転数の1500回転から2000回転ぐらいでね、少し燃長濃くなったのかなっていう加速力をね増すポイントがあります。力強さ、トルク感を増すポイントっていうんでしょうかね。で、その燃長っていうのはエンジンで燃やす空気とガソリンの割合です。で、ここ少し濃くなってるような気がするので、その下のね1500回転ぐらいを使って走る。今そうですね、1500回転でキープして加速して60キロ。こんな感じで走ると、これ燃費効いてるかもしれないです。もしかしたらね、ごめんなさい、スロットルボディが汚れていて、そういう風になっているのかなっていう可能性もありますので、はっきりね、言えるわけじゃないんですけれども、ちょっとね、その燃長のポイントがあるのかなと。なのでね、その辺気をつけて走ってきました。
うわーでね、雨降ってきた。どうしようかな。まあとりあえずちょっとねこのまま走りますね。ごめんなさい、音うるさかったらほんとごめんなさい。でね今燃費は 30.4 キロ、30キロ割らないかな。でまあちょっとねU ターンしても走ってくるのであれしましょう。今日一人ですし、ちょっとね雑談付き合ってください。そうだな、でいつもなんでね自分たちがこれ夜やってるかっていう話をさせてください。そう夜やる理由はこれ右曲がれるかな。夜やる理由はねその交通状況です。燃費って、乗り方も影響しますけれども交通状況にねよって左右される部分がねすごく大きいと思うんですね。なので交通状況に左右されにくい夜間これをやっています。で乗り方はですねもう極力もう気をつけているんでもうそれしかないですよね。乗り方はいつも合わせて、で交通状況は左右されにくい夜間にね絞って燃費を見ています。といったところかな。うわちょっと雨止んできた。でね理由はあえて言うともう少しあって、他との差別化っていうんですかね。これね夜撮るのね結構難しいです。ただねカメラオートモードで撮るだけじゃ撮れないので、マニュアルモードでね、撮影するんですけれども、そういった機材もそれなりのものが必要で、あとその使いこなしですかね。いいカメラほどね難しくなります。これねカメラを好きな方でしたらきっと分かってくれると思うんですけれども、ちょっとね夜難しいっていうのはあって、でもね夜間撮りたいですよね。でねあと本音といえば本音というのは、自分が夜強いというのもあるかな。なんかね夜ねテンション上がっちゃうんですよね。で昼間はそのボディ撮影したり内装撮影したり、私どもホームページもね書いているのでそれ用の写真撮ったりと結構やることいっぱいあって、もうスケジュールびっちり組んでね、カット割り、映画のシーンねここ撮ってじゃないですけれどもびっちり組んでやるんでね、話すのも失敗許されないですし、撮影もねこっからここはもう何分で必ず行くんだみたいな中でやるので、ゆっくり話せるのは夜かなと、車の感触つかむのも夜かなっていうのでね、そんな感じでね夜撮ってます。いやしかしスイフトはあれですね、この2021年式打楽の小さいところは落ち着いていて、打楽の大きいところはね結構キビキビ感あって、あとハンドル戻してくるところはねキビッとしてますね。もうシャキッと戻る。自分的に言うといいか。そうですね。で燃費ね、今信号長かったので 29.8 キロになりました。距離は 16.6 キロで、アイドリングストップはねついてないみたいなんで好ましいかな。あれ一応一旦あるんですけれどもね、バッテリーの寿命とかそういうのもありますしね、自分的にはない方がいいのでいいです。あとね言い忘れてました。レーンキープはねオフにして走ってきました。でエアコンは25度設定 AC 音の1メモリー。そうですね、特別なことになってそのくらいですかね。でじゃあちょっとね道も濡れてきちゃったんで、これでね急いであれします。出発地点にね戻ります。ゴールです。さあもうちょっと見えるかな。もうこんな感じでね道濡れてきちゃって、最後ねちょっとバタバタ、もうなんか今日ほんとね企画倒れって感じになってきましたけれども、なんだかんだ言ってね燃費は今ね24点ごめんなさい、燃費はね 27.3 キロです。 18.6 キロ走ったのでね、ある程度信憑性ある数値じゃないのかな。ほんとね雨降ってきちゃったし、それから
おしゃべり長かったんでね、おしゃべり中はそのね燃費あんま気にしてないので、もう 100% ね喋るように集中なので燃費気にしなかったんですけれども、まあ結局ね軽さは正義ですかね。っていう感じです。もう全然こうね燃費良かったです。でねごめんなさい、今日まだねちょっといろいろ話したいことあって、タイヤの空気圧はね今日見てないです。乗った感じ、そのね4輪揃ってるように、ハンドルに悪影響なかったので、タイヤ空気圧見ないで乗ってきました。で入ってる量なんですけれども、もう全然ねいっぱい入ってる感じはしなくて、むしろね抜けてるぐらいの感覚でしたね。小さいボコボコを拾わなかったので、そういった感覚です。であとちょっとねメーター移しますね。はい、ミーター合わせます。はい、今ね止まってるうちにねやっぱりどんどん下がってきちゃうんですけれども、18.6 キロ走って26.8 キロです。でねちょっと切り替えてみますね。左手側のインフォというボタンを押すとモニターが切り替えできます。平均車速17キロ。ちょっとね信号長かったですからね最後。あと独特の部分がね一つあるんで、そこをちょっと紹介させてください。まず設定画面はインフォの長押しから入ります。はい、押します。はい。で出てきて、あとねステアリングスイッチの左右と上下は効かないので、ここでねどうやってこれを切り替えるかというと、右手側見えるかな。ここのね右手側の照度調整に使うねつまみを使って行います。これを回すと動くんですね。で決定ボタンはまたステアリングのインフォです。これでこうして、ごめんなさいちょっとカメラ持ち替えますね。戻るでこっちでね、左手側で押して決定なのでちょっとね複雑ですかね。これ多分スズキの車ご存知じゃないとね迷っちゃうと思います。でね燃費系のリセットなんかはこっちです。左手側ですね。最初からこうやればよかったですね。ごめんなさい、さっきのレバーはこの辺です。この辺で右手側のレバーはこれですね。これはですねトリップ A と B の切り替えとそれから長押して燃費系のリセットですね。これは設定で給油で自動でリセットする設定にするか、このトリップ A と連動してリセットするかというね、切り替えができます。今回の燃費走行はパターン1、パターン2、パターン3と走ってこのような感じでした。数値自体はね交通状況の良いそういった時間に限るものですので限定的な燃費です。夜間とか田舎走行が多ければ、そしたらこのくらいみたいなねイメージでしょうか。そして思うのは軽いって正義なのかなと。軽いってね正義でしょう。そのメリットはねストップ&ゴーが多ければ、そうすればよりね生きてくると言われています。スイフトなら軽くて前面投影面積が小さくて幅の広すぎないタイヤ、そして飛び出し感が抑えられたスロットル特性、なんならタイヤ空気圧を上げてね燃費を上げる余力、それもねあるのかなと。小さな凹凸が不快じゃないですからね。ということで最後までご覧くださいましてありがとうございました。よろしければ見たよって合図にいいねボタンかチャオーとだけねコメントいただけると嬉しいです。難しいコメントには自分返信できないというかね、1時間とか考えちゃったりしますので、気軽にねごきげんようって感じでコメントくださいましたら、とっても嬉しいですし、やまびこのように返信させていただきます。ではまた次の動画でお会いしましょう。間違いいっぱいの自動車選び、ヒラリー男爵でした。